おはようございます、よしこさん。今日は寒い東京です。この笑っちゃいけないですよね。寒いなんね、寒いんですもんね。異常気象ですよね。異常気象、日本は今。で、今日のちょっと今日の会話もまたもう前回に続き、なんとかね、難しいトピックを私たちはちょっと選んでるんで、こうそうです。熱くなるかもしれませんね。そう、やっぱり本質的なね、うん。話題を提供するのが私たちのこのライブの、私たちのチャンネルの売りなので、はい。まあ、なるべく分かりやすく、楽しくはい。お話ししていきましょうか。今日も。行きましょう。今日も。今日 OK です。も。OK で OK。す。そう。で、今日は前回よしこさんが自分らしさって本当に大切なのよ。リーダーシップにおいて自分らしさを表現することで、その心理的な安全性っていうか安心感をチームの中に作るから、まずリーダーから自分らしさを表現してほしい。そういう、なんつうんですかね、自分らしさの全盛説みたいな、そんなお話でしたよね。リーダーシップの中でもね、やっぱオーセンティシティっうん。ていう、言葉うん。とか特徴っていうのは、もう本当にこのいろいろこうリーダーシップとかそういう組織開発とかそういう中では、すごくポピュラーになってきた考え方だし、やっぱり人間本来持ってるあなたらしさっていうのはね、そこを大事にしましょうっていうのはやっぱりあるものだと思うんですよね。だところなんか翔子さんがなんか落とし穴があるのよねなんて言ってて、あれだけオーセンティシティってね、もてはやされたとか、私たちも大事にしてくださいねって言ってるんだけど、だからちょっと今日、本当聞きたいんだけど、なんで、なんですか、その落とし穴っていうのがあるっていうのは、まずそこから教えてもらえますもちろんです。もう受けて立ちましょうって感じですね。か？はい。で、つまり、そのリーダーが自分らしさを出すってことに集中しちゃうことがうん。まずいわけですよ。そこが落とし穴。だから自分らしさ自体は悪くないんだけど、もう自分らしさを出さなきゃいけないってことに集中しちゃうとどういうことになるかって、自分の目が内側に行っちゃいますよね。自分に。うん。だから自分に言っちゃうと、例えば自分のスタッフ、あるいは同僚が何を自分に求めてるかっていうことがだんだん意識が薄くなってくると思うんですよ。うん。それがいわゆるそのセルフオリエンテーションが高くなっちゃうっていうんですね。要するに自己中心的になってしまう考え方がね。だからうん。自分らしくそこにこう固執するわけでしょ。うん。でもそうじゃなくて、真のリーダーっていうのはやっぱりこの場で、この環境で、この状況で何をしていくのが一番いいうん。ことなのか、チームうん。にとって、そのうん。組織にとって、そういう目を外に向けてほしいわけですね。なので、落とし穴っていうのは、そこに自分らしさを出すことに集中しちゃうことに危険性があるっていうこと。うん。うん。うん。なるほど、なるほど。それはなんかわかります、私も。やっぱりリーダーって周りにね、影響を与えていくから、その視点を持ってくださいね。持ってない人たちがいますよっていうことですよね。オーセンティシティっていう、こっちでも言っちゃうしね、余計に。でもそうすると、そもそも論的に、そういう自分のことしか考えられないような、方がリーダーになっちゃってるっていう、これはどう理解したらいいんですかね。それはね、で、うん。人間っていうのはやっぱり自分があって相手がいるっていう、そういう本質的な部分があるじゃないですか。だからリーダーになった途端に、急にうん。目が外に向くっていうのはすごい難しいこと。うだけん。ど、そこでやっぱり今の状況が何が求められてるのかなって、よく英語で言うと、What's in there for them? その相手が何求めてるんだろうってことをまず聞きましょうっていうところにスイッチしてほしいっていうわけです。それはあくまでもトレーニングであったりとか、上司からのフィードバック、あるいは部下からのフィードバック、そういうことで可能性はあるわけです。うん。そうかそうか。ある意味じゃ今の聞いてると、リーダーには、誰にでもとは言いませんけど、可能性を秘めたポテンシャル
うん。がある。でも成功した人だけがっていうのも、これからがある人たちがリーダーになるっていうね、ことが実際ある中で、少しそこはなんていうの、インプットをね、してあげる、まあそういうチャンスを与えることでリーダーもまだ学べますよっていう、そんな感じですかね。そうですね。この前にね、話してた時に、その抜擢人事っうん、ていうんですか、ね。そうん。それをやる時に、抜擢しちゃってそのままじゃなくて、抜擢した後が大切なんですよね。そのう。うん、周りがね、その上司だとか、その組織全体がその人を育てよう。そのためにやっぱりフィードバックを与える、トレーうん、ニングを与える、ね。そういうことをして、その人のそのポテンシャル、うん、潜在能力をさらに高めてあげる。それを外に出してあげる。そういううん、努力、うね、ん、がうん。必要になる。そういうことですね。うん、なるほどね。わかりました。で、そうなるとさ、私たちコーチとして、オーセンティシティがなんて言ってたわけだけど、でも今のこの文脈からいくと、ちょっとオーセンティシティ、自分らしさっていうのを出しなさいっていうよりも、もしかしたら別のアプローチもコーチとしては持ってた方がいいっていうことだと思うんですけどね。まあ、コーチとしてもそうだし、メンターとしても。もし、しょっこさんがコーチのコーチだった場合、まあ、そういう、じゃあどういうふうなね、新しいリーダーに自分らしさを大事にしてくださいっていうこと以外に、どんなアプローチをコーチとして持ってたらいいっていう、そういう意味でのアドバイスとかってどんなのありますか？だから前回私が自分らしくやればいいのよっていうのはもうとんでもない、もうやめてくれって言ったらそこにつながってくるんですけど、で、状況判断ができてるかな、この人は状況をどれだけ自分で認識してるのかって、そういう確認する。で、その後にその人の今まで強みでやってきたことがそのまま使える状況なのか、あるうん、いはその同じ強みでもそれを使い方を変えなきゃいけないのか。あるいうん、は、その強みが実はこういうシチュエーションだと、マイナスに働く可能性があるのか。そういううん、分析をさせるようん、うなう質問をしなきゃいけないわけでん、すね。で、それは例えば、周りの様子を見てみましょうって言って、今の状況であなたに求められていることは何だろう。うん、ちょっとそれを書き出してくださいね。そう自分のスタッフだとか、上司からとか、そのビジネスの状況によって何を求められているか。これまずきたら、その状況っていうのがこうなんだなっていうことが、その人が分かってるようであれば、次に、じゃあこの中で、あなたが今までね、強みって言われてたものをどうやって使ってったらいいのかな。うん、うそれがプラん、スに使えるのかなっていう。うん、じゃあその強みがもしかしたらこの状況でマイナスになる可能性があるかしら。それはどんな時だろううん、っていうような質問をさせて、必ずしも、要するに必ずしも今まで自分が成功してきたやり方が新しい部署で成功するとは限らない可能性があるってことに気がついてほしいわけですよ。それが要するに今までやってきたものが自分らしさだったって思い込んでるかもしれないでしょ。そうかそうか。それはいそう。い質問、いいアプローチだと思う。要するにコーチとして、その新しいリーダーの視座をね、上げてあげるような、今までここにいたじゃない。でも、次ね、ここに来たら、さらにどんなことができますかみたいな、そういうアプローチが、あの、何ていうの、クライアントにとってもすごくいいですよね、それはね。うん。うだからあるん、意味、自分らしさってことに固執しちゃうと、はい、うん、そこからから出られない可能性があるわけですよ。要するに、新しい部署、新しい仕事になった時に、うん、違う能力をうん、得なければいけない。あるいは違ううん、スタイルでないと成功しない可能性っていうのも十分あるわけじゃないですか。ね。だからそれに気づいて、私はもっと自分の器を大きくしていかなきゃ。うん、っていうことに気がつけば、自分らしさってことに凝り固まる可能性がないんじゃないかなと思うんですね。なるほどね。そういう見方がありますね。確かにね。コーチ側でのパースペクティブがね、あうん。ります。確かに。うん。うん、だから、なるほど。うん、そこはね、非常に重要な問題で、でも、もう一つやっぱり、うん、さっきそこで私がコーチ、あるいは上司としての問いかけとして、状況がどうなのかって
っていて、その質問にその状況判断をどういうふうにそのうん本人ができるかっていうのは、なかなか難しい問題だと私は思ってるんですね。で、もちうんろん適応性、その状況によって適応していかなきゃいけないから、ある意味、カメレオン的なうん方もあるかとは思うんですけども、でもその状況によってどういうふうにそのスタイルを変えていくかっていうのは、結うん構深い話だと思うんですけど、よしこさん。ね、そこはちょっと来週ですね。僕だと思いますね。今日は今ね、落とし穴うん。が何で、そしてコーチとしてどういうアドバイス、アプローチを持っていったらいいかっていうね、っていうところを聞けたんで、翔子さんに。じゃあ次回は今言ってください、カメレオンになるとか、その状況をどう見ていきますかっていうところを、もう少し具体的にお話しするのを次回にしましょうかね、そうしたら。そうしましょう。そうしましょう、よしこさん。まはい、たですね。そうです。そうです。はい。よろしくはい。お願いします。じゃあ続良い週きは来週。はい。